昨日作ったキャット0512なんだけど、失敗作だった。実は気がついてなかったんだけど、足のところのマーカーが逆だったんだよね。胴体側に膨らませなきゃいけないのが、足側に膨らんでたんだよね、右足。だから、自分で余計に膨らませるようなのりしろを作らなければならなかったんだけど、本当はマーカーを逆にしてあげれば、そんなこともする必要がなかったんだよね。この猫の顔の方、これは胴体が顔の方に膨らんでるから、顔の方にはのりしろがあるけど、ヘッド、顔は今度は胴体の方にないから大丈夫。なのでこの足の方もそういう風に変えないといけないんだよ。つまりここのマーカーを消してあげて、それでお腹の方に膨らませるようにマーカーをつけてあげる。そうすれば後で自分でのりしろを膨らませたりする必要がなくなる。ちょっと今、少し透明にしてあげて、のりしろが見えるようにして縫い始めます。こういう風にお腹の方に膨らむようにのりしろを作ってあげれば、マーカーを作ってあげれば、これでお腹の方にはのりしろができるけど、足の方はのりしろを消してあげて、そうすれば胴体は膨らまないで済むんだよね。ただこれだと切れてないから島にならないんで、ちょっとだけちゃんと島になるように、のりしろにピッと切りしろを入れないといけない。大丈夫そうだね。切れてるんで、ここが島になるから、これで実行すれば多分大丈夫。スクリプトのレイヤーウィーバーを実行します。クワッドにして、実行して島を作ると。そうするとこの島を確認してみればいいんだけど、マーカーのところを消すと、ちゃんと足は島になってそうだね。で、今回はラバーボーンといって、足は切り出さないで、ただマーカーだけ内側に入れて、一つのレイヤーにするようにしてみました。こうすることで、変にカクカクロボットみたいに動いたりしなくなるので、これで今回はやってみます。ただ、これだと、このソフトだとなかなかどれが足かわかんなくなっちゃうので、自分で番号を振り直さないといけないんだよね。今なんか PSD にマークつけてなかったから実行されてなかったね。今これで実行したので、ここの番号を見ると、思ったようには振り分けられてなくて、だからここを少し調整してあげる必要がある。足は一つにして、それで関節を全部そこに乗せてあげる必要があるんだよね。今その番号の振り分けをしてます。どっちの足かな、これ違うな。関節だからこっちは、そうだね。関節番号を乗せてあげて、他の関節だけのものを消してあげてっていう風に、全部順番にやっていかないといけないんだよね。ここがちょっと大変だよね。でも、自分で切り分けするよりは簡単なんじゃないかなと自分では思ってます。そうだ、コピーペーストすればよかったんだ。一応これ保存しときます。なんかちょっと失敗してた時に保存してあるとすぐに名前が反映されるから便利です。これで PSD ができたので、これをカートアニメーターファイルに転送してみればいいんだね。今確認でちゃんと足が1個になってるか確認してます。なってそうです。ここでカートアニメーターファイルを立ち上げて、作った CAT0513 を読み込みます。そうすると骨が入っていて、
それぞれ足は1個なんだけど、ちゃんとつながって動くようになってます。ラバーチューブ方式です。ちゃんとお腹も切れてますね。マーカーの付け方が間違ってました。今回のこれが正しいマーカーの入れ方です。首の下は消してないけど、でも、ちょっと白いのが見えても、こんなに首動かさないから、いいかな、これで。使えそうです。ちょっとこれでアクションを入れてみましょう。キャットウォーク。これのスタートと歩き続きとエンドを乗せてあげれば、それだけでアニメーションができちゃいます。いい感じです。今回はちょっとラバーボーン方式とマーカーの間違いを直してみました。以上です。